怖い話です。あら、何ですか？これはね、僕がね、今企画してまして、来年の1月21日の木曜スペシャルで放送しようと思ってるんですけども、非常にね、まあ、恐ろしくも、なんて言いますか、迫真力のあるね、お話なんですよ。これはね、もともとはね、イギリスで、アングリアテレビというところから放送されましたテレビ番組なんですけれどね、サイエンスドキュメンタリーというふうな、タイトルで、第三の選択。これは英語で言うと、オルタナティブストリーっていうんですけれども、オルタナティブトリーっていうのはどういう意味かと言いますと、代案、まあ、いろんな案があるけど、しょうがないからこの案でいこうというのの3番目という意味ですね。第三の選択というふうに日本語では訳したんですが。で、この番組はどういうのかって言いますとね、まず簡単に言っちゃいますとね、アメリカとソ連の首脳部が裏でこっそり手を結んで、地球上の人間を宇宙へ逃がそうとしている、そういう陰謀が進行しているというドキュメンタリーなんです。でね、そもそもの始まりはですね、このテレビ局の、まあ、ニュースキャスターというかリポーターとね、ディレクターが、今度のドキュメンタリーに何を取り上げようかっていうふうに考えるわけですね。でどうもね、人間蒸発が最近多いと、行方不明者が非常に多い。日本でも多いですよね。でこの行方不明者は一体どこへ行ってしまうんだろうっていうのでね、でまあ何人か行方不明者をこう追跡調査していくわけです。そうするとね、実に不思議なことを発見する。というのはね、科学者とか、まあ、将来を嘱望されている非常に優秀な科学者や、それからその技術者や、そういう人たちがね、ある日何のまぐれもなく消えてしまう。中には家族ぐるみいなくなってしまうということ。それでね、なぜそういうことが起きるのかってずっと調べていきますとね、中にはね、科学者で将来嘱望されているんだけども、イギリスでは恵まれないような人が、アメリカの有名な企業から、まあ、誘いの手が出てきて、そしてとってもいい給料で雇ってくれるというので、喜びさんで行ってしまったりするんですね。ところが、行ったと言われている先にはいないんです。実際は。それで、その家族の人たちが、その言われているところに住所に電話じゃない手紙を出しますとね、ちゃんとね、本人から手紙が返ってくるんですが、その住所に行ってみると誰もいない。それで誰かがね、こう変わって代筆をして出してるらしいんですね。で、念の言ったことにね、その辺の風景をバックに本人が写ってる写真もある。で、ところがね、このテレビ局のディレクターたちが、その写真をじっくり見ているとね、何回か来た写真が全部ね、同じバックなんです。バックじゃなくて、同じところがあることに気がつくわけです。バックは少しずつ変わってるんだけども。それで、よく見ると、そのバックを変えただけで、本人の写真はそのまんまで、それをこの二重写しにしている。合成写真にしちゃってるわけですね。でなぜそういうことが行われているかっていうのをずっと探っていくわけですよ。そうするとね、どうやらアメリカとソ連が、宇宙へそういう人たちを蒸発させて送り出しているらしいということが分かってきたわけで、その一つとしてはね、強力な証拠としてはジョドレルバンク天文台っていう有名な天文台がありますけれども、そこの天文台のある天文学博士がですね、一つのビデオテープを手に入れるわけです。でこのビデオテープというのは、アメリカの宇宙船から、ヒューストンでしたか、ヒューストンの管制センターに、ビデオで画面を送ってきますよね。そういうビデオ画面みたいなものをどんどん信号で来るのを撮ってたわけですね。で、そのうちに火星に軟着陸したバイキングの、画面を暗号で送ってくるやつをそのままテープで撮った。でそのテープを五所大臣に持ってたわけです。ところがね、どうしてもそれは見えないわけですね。その暗号を解読するというか、信号がですね、絵になるような、ある種の特殊な回線が必要なわけですね。電気配線、エレクトロニクスの配線。で、その配線は NASA しか持ってない。ある日ね、NASA を辞めた元職員だった人が、その配線を盗んできちゃうわけです。
それでその CIA やなんかに狙われながら、こっそり逃げてきて、そしてそれをまあ散々苦労した挙句に、テレビ局の人に渡すわけです。で、そのテレビ局の人が、その博士の持ってきたビデオテープと、その配線と合わせてみると、そこにその火星軟着陸船のバイキングが、火星の表面上に着陸して撮った画面がカラーで出てくる。はい。で、そこにはね、驚いたことに、アメリカの、英語で、まあ、アメリカ人の、コントロールセンターの人たち、つまり NASA の人たちが、ついに火星に着陸したぞって叫んでるのと同時に、ソ連の科学者のソ連語の言葉で、ソ連語で、まあ、同じことを言ってるのが同時に入ってるわけです。それからね、画面にこう、英語とソ連語で、スーパーインポーズが入って、それで火星の大気とかね、それからその大気組成ですね、大気圧、それから温度なんかがこう出るわけなんですけども、それがね、どうも人間とか生物が住めるような、データがちゃんと出てるわけですよ。それで、その上にですね、なんか生物らしいものがこう、こそこそこそっと、動いていく雰囲気が見えてるわけです。でしかもこれは、その、正式にバイキングが着陸して、そして写真を送ってきたと言われている年よりも、10年近く前、10年はオーバーですけど、何年も前に、の日付が入ってるわけです。でなぜこんなことが隠されているのか、ということから調べ始めるわけですよね。それでその結果ですね、そのうちに今度その、ジョドレルバンク天文台のその天文学博士は、そのテープを持ってくる前に消されちゃうのですね、殺されてしまう。殺されちゃう。で、その殺され方っていうのがね、自分の自家用車を運転していて、突然まあ、ガードレールをぶち破って、転倒して死ぬわけですけれども、しかしその現場に駆けつけてみるとですね、不思議なことに車は何ともないんですけれども、人間だけがね、焼け焦げてるわけ。それでそのハンドルを握った手もね、その手は焼け焦げてるんですけど、ハンドルには焦げ跡がないっていう不思議な死に方をしてたんですね。で、これもだんだん探っていくとですね、どうやら、特殊な武器を使ってるらしくてですね、これは何て言うんですか、レーザー光線みたいな、一種のマイクロ波みたいなものをですね、その車に向かって発射するとですね、車が電子レンジになってしまう。ですから電子レンジだから、中に乗ってる、黒焦げになっちゃう。黒焦げになって、それで車は何ともない。電子レンジってそうでしょ？お皿は何ともないけど、中だけが暖かくなる。ああいう風にして殺されたってことが分かってくるわけですね。で、その他にもマインドコントロールって言って、これはまあ、この前も、諸山の事件でね、記憶を消されたという事件がありましたけども、そういうふうにね、人間の記憶を消すというね、あるいはその記憶を消さないまでも催眠術をかけたような状態にしておいて、そして自分の思う通りにその人を動かす。で、本人はやってしまった後全然覚えてないっていうふうなことがありますね。でそういうその技術が CIA でも開発されていて、これはまあ開発されていたというか、その実験をしていたということがこの前国会で、アメリカの国会でバレまして、大騒ぎになったことがありますけれども、そういう技術がもうすでに完成していて、そしてそういうマインドコントロールという技術を使ってね、いろいろなことを行っているらしい。中には自殺をさせられた人もいるみたいなんですね。それで、マインドコントロールで。はい。で、マインドコントロールによると、私、八尾さんを殺しちゃうことも可能ですね。そうですね。それで後で知らないっていう、本人本当に気がつかないっていうこともある。殺しなさい、殺しなさいって、暗示みたいにかけられちゃうこともできるわけですよ。そうですね。で、本人は全然気がつかないうちにそれができる。で、催眠術ですとね、こう面と向かって、はい、あなたは眠くなる、眠くなるみたいなことをやらなきゃなんないですけども、それの場合には、一種のそのマイクロ波みたいなね、高周波を使って、直接脳へね、指令を送る。指令を送るというか、まあ、最初はこう眠らせるんでしょうね。眠らせるって脳の全体を眠らせて、一部分だけを開けとくわけです。窓のように。で、その窓の部分を通して命令を送るということをやるわけですね。催眠術ってのはそういうもんなんですけど。怖い
ね、でそういうことが現実に行われているらしいというふうなことが、このドキュメンタリーで出たわけですね。で、それで具体的にね、一体どういうことが行われているかっていうことが分かったかって言いますとね、まずその地球上の人間の、まあ、大体1万人ぐらいを逃がそうと、宇宙へ。それで選んでですね、まあ、選んでっていうのはオールラウンドにいろんな職業の人を選んで、説得して、そしてまず月面に送り込んで、でそこから今度火星に送ろうという計画が進んでいることが分かった。でそれじゃあなぜそんなことが行われるようになったかと言いますとね、1950年代にアメリカのハンツビルというところで、世界の科学者の国際会議があった。その科学者会議でですね、どうも地球はもうおしまいだということが確定したということになった。つまり、みんなが出すその公害ですね。でそう公害や炭酸ガスのためにですね、地球の周りに炭酸ガスの壁ができてしまった。膜がですね。でそのためにね、太陽から降り注いでくる太陽光線は、その膜を通して地球に降り注ぐんですが、地球から輻射した熱が、その膜で止まっちゃうわけです。したがって温室効果というふうに名前を付けたんですけど、ちょうど温室の中みたいにね、熱は外から入ってくるけど外に逃げない。うちの中にこもるばっかりで熱くなってきますよね。で地球がそういう状況になってしまうだろうと。でおそらく今世紀中にね、つまり1999年ですから、ノストラダムスでありますけれども、にも非常な勢いで熱くなるだろうと、地球がね。でほっとくとね、100年もしないうちにね、もう地球は灼熱地獄のようになってしまって、とても生きていかれないんじゃないか。それで、どうしたらいいかということが、その科学者会議で盛んに検討されましてね、それで、第一案としましては、そういうその膜ができたところへ、核爆弾を撃ち込んで穴を開けようじゃないか。そうすればその穴から太陽熱が逃げるじゃないか、輻射熱が。ところがそれはダメだということになった。どうしてかっていうと、その核爆弾のためにその膜に穴が開くだけじゃなくて、オゾン層にも穴が開いてしまう。そうするとオゾン層っていうのはですね、太陽から来る有害な紫外線をこう反射させていて、地球に来ないようにしてるんですけども、それが来るようになってしまうとですね、大体みんな皮膚がんになって死んでしまう。それからほとんどの生物がね、その紫外線のために焼け焦げとか、焼けただれてしまうというふうなことが分かった。でこれは第一案はダメ。で第二の案は何かって言いますと、地底都市を作って全員がその地底に潜って暮らす。ところがこれもよく考えてみると、何百年もするうちに今度地球全体が熱くなってきてしまったら、地底都市もダメだろう。でこれもやめましょう。第三の案っていうのがこのいわゆる第三の。宇宙だ。第三の選択っていうふうに言われてるわけです。オルタナティブ3っていう題はここから来てるわけですが、この第三の選択は宇宙へとにかくもう地球上ではダメだとすると、地球人類が滅亡してしまう。滅亡してしまうのをほっとくのには忍びないから、せめて1万人でもいいから逃がして、そしてそれがまたどっかの世界、星で、子孫を増やしていくことを願おうじゃないかと。第二の地球を作るために、いろんな人を送り込む。それで火星にですね、どうやらそのソ連が、密かに核爆弾を撃ち込んで、で火星の南極の氷を溶かして、でその南極の氷がこう溶けてずっと広がっていくことによって、そこにまあ今までじーっと冬眠状態にあった植物やなんかが、息を吹き返して、そして酸素がだんだんできてきて、でそこに人間も住めるようになるというふうなことを考えていて、とりあえずは月面に基地を作ってそこに送り込む。それでアメリカの宇宙飛行士がですね、そのドキュメンタリーにも出てくるんですけれども、これは宇宙飛行と月へ着陸した宇宙飛行士のうちの一人なんですが、帰ってきてから気が狂ってしまって、でおかしいって、これはまあ実際にオルドリンっていう宇宙飛行士がいて、その人をモデルにしているんだろうと思いますけれども、でその、宇宙飛行士が何を言うかって言いますと、俺たちは単なるサーカスの見せ物に過ぎなかった。
俺たちが行った時にはすでにね、もう月面には立派な宇宙都市があって、そして俺たちが乗ってったようなあんなね、チャチいね、自転車みたいな宇宙船じゃなくて、もっと立派な宇宙船があった。一体何のために僕たちはこんなに苦労をして行ったんだろうって言って、まあ酔っ払ってわめくようなシーンもあるんですけれども、で、そういう第三の選択が現在着々と行われているっていうのが、まあ、このドキュメンタリーなんですね。でこのドキュメンタリーが放送されると当然のことながらね、まあイギリス中は大騒ぎになったわけです。でしょうね。ね、それでもう放送局の電話が吹っ飛ぶような大騒ぎになったし、それからこれはヨーロッパ各国でいろんなところで放送されたんですけど、その度に大反響を呼んだわけです。本当だろうかという。これドキュメンタリーだから事実をもとにっていうふうに考えちゃいけない。でね、いろんなデータは事実なんですよね。全部。ところが全体の骨子は、一応フィクションだということになってるわけです。それでこのテレビ局がいち早く声明を出しまして、あれは完全にサイエンスフィクションですっていうふうに言ったんですが、ところがね、これの原作を書いた人が、ディレクターと一緒になって、本を出してるんです、第三者で。で、この本にはね、実はほとんどが本当なんだけれども、それが出せなかったので、実名ではなく全部仮名で出しました。人物も人間を書いて出しています。で、信ずる信じないは読者の勝手というふうにしてあるわけなんですよね。